あの希望と絶望が再び姿を現すのだ。2012年に発売され14年ぶりにリメイク&同ボリュームの地下シナリオが実装されるスーパーダンマン論破 2x2。新要素が色々気になる中でも特に注目したいのはモノクマとモノミのキャストだよね。これまでモノクマとモノミを演じた偉大な声優さんは残念ながらご逝去されてしまったから、新キャストが誰になるのかは大きな話題なのだ。だから今回は再び本作に登場するキャラたちの豪華声優陣とモノクマとモノミの旧キャスト新キャストを一緒に見ていくよ。そしていつも通り、いやいやこの声優さんといえば絶対こっちのキャラでしょと思ったらぜひコメントで教えてほしいのだ。それじゃあ早速始めていこう。アルケンアニメ。まずは常に空回りし続ける超高校級の保健委員通称ゲロブタ積み木みかん。彼女を演じているのは茅野愛さんなのだ。私は積み木みかんです。本当に心から何卒よろしくお願いします。茅野さんといえば SAO シリーズのアリスで物語の色彩を丁寧に整えていたよね。さらに鬼滅の誇張家内やこのスマのラクネスでも作品の深みを彼から支えていたのだ。加えてゆっくりの今日フィナーレやあの花のメンマも繊細な空気感を視線に引き立てていたよね。次に触れておきたいのは外見からして詐欺クラスに変貌した超高校級の御曹司戸上白夜なのだ。彼を演じるのは石田明さんだね。俺の名は戸上白夜だ。付き合わされるこっちの身にもなってみろ。石田さんといえば最近は鬼滅の赤でキャラの印象を繊細に刻んでいたのだ。また銀玉の桂小太郎やガンダムシードのアスランザラもキャラの感情表現を視線に広げていたよね。他にも夏目友人帳の名取秀一やエヴァの渚薫も作品のトーンに柔らかな奥行きを生み出していたのだ。そして次は憎めない変態の超高校級料理人花村てるてる。彼を演じているのは福山潤さんなのだ。僕の名前は花村てるてるだよ。超高校級のシェフと呼んでもらえるかな。福山さんといえばおそ松さんの松の市松で作品の空気に柔らかく溶け込んでいたよね。さらに青のエクソシストの奥村幸雄やリアスのルルーシュでも役の魅力をさりげなく底上げしていたのだ。加えてペルソナ5のジョーカーや暗殺教室のゴロ先生でも奥行きのある演技を見せていたよね。ここから紹介したいのはソニア一筋の超高校級メカニックソーダ和一なのだ。彼を担当しているのは細谷義正さんだね。俺はソーダ和一っつんだ。超高校級のメカニックってことでよろしくな。細谷さんといえば進撃のライナーで物語全体に落ち着いた統一感を添えていたのだ。さらにブンストの国木キャドットやハイキューの東根朝日も存在感を視線に作品へ溶け込ませていたよね。加えてプロコのヒューが順平やフリーの山崎壮介でもキャラの温度感を丁寧に描いていたのだ。次は市内を相棒とする超高校級の剣道家ペコ山ペコ。彼女を演じているのは三石琴乃さんなのだ。私の名前はペコ山ペコという。こちらこそよろしく頼むぞ。三石さんといえばエヴァのミサトで作品の空気感をしなやかにまとめていたよね。さらにセーラームーンや名探偵コナンのキールも役柄の質感を丁寧に形作っていたのだ。加えて呪術のメイメイやワンピースのボアハンコックでもキャラの存在を印象深く支えていたよね。さらに続いて圧倒的な身体能力を誇る超高校級の体操部を有茜なのだ。彼女を担当するのはパクロミさんだね。おっす、俺は尾張茜ってんだ。よろしくな。パクさんといえば進撃の半地添えで作品の流れを自然に引き締めていたのだ。またハガレンのエドワード・エルリックやブリーチの筆ヶ谷藤四郎も物語全体を整える重要な役トトロだったよね。他にもプリキュア5のシロップやナルトの手まりでも作品の世界観へ柔らかく馴染んでいたのだ。次に登場するのは見た目に反して胃が弱い超高校級のマネージャー二代猫丸。彼を演じているのは安本博樹さんなのだ。超高校級のマネージャー二代猫丸とはわしのことじゃ。安本さんといえば黒羊のアグニで作品の温度感をそっと支えていたよね。さらにヘタリアのドイツやレキネコのユキチでも役柄の雰囲気をバランスよく整えていたのだ。加えてブリーチのチャドやホウズキのレイテツのホウズキでもキャラの声色に自然な温度を持たせていたよね。ここからは独特な日本文化愛を抱える超高校級の王女ソニア・ネバーマインドなのだ。彼女を担当しているのは荒川美穂さんだね。私はソニア・ネバーマインドと申します。褒めて使わします。荒川さんといえばゆりくま嵐のゆりしろ銀行や2011年版ハンターハンターのシスクで物語の中に静かで深い余韻を残したのだ。またデジモントライの望月芽衣子やピンドラの高倉ひまりでもシーンの流れにしなやかなシーンを持たせていたよね。アルケンアニメ。次は銅板で愛らしい見た目とは裏腹の超高校級極道物流冬彦。彼を演じるのは岸尾大輔さんなのだ。くずりゅう冬彦だ。言っておくが、てめえらと慣れ合う気はねえからな。岸尾さんといえば B プロの小江国隆二で作品の空気感に寄り添いながら柔らかい存在感を示していたよね。さらに神様はじめましたのクラマやワールドトリガーの米谷洋介も作品に安定した厚みを添えていたのだ。加えて弱虫ペダルの手島純太やフェアリーテイルのロキも全体の調和にしっとり馴染んでいたよね。さらに続いては泣き虫でロリで毒舌な超高校級の日本舞踊家西園寺ひよ子なのだ。声を当てているのは
三森すす子さんだね。私はね、西園寺ひよこって言うんだ。よいしょ。よいしょ。三森さんといえば神様はじめましたのを小園七海でキャラの内面を落ち着いたトーンで丁寧に描いていたのだ。またひっくりのキュアアースやゆゆの足を墨でも物語の基調に視線に寄与していたよね。そしてミルキーホームズのシャーロック・シェリン・フォードやラブライブの園田海もシーンの空気にしっかりと芯を通していたのだ。続いては暗黒四天王を従い視界征服を企む超高校級のシークイーン田中ガンダム。彼を演じるのは杉田智和さんなのだ。俺様は田中ガンダム。覚えておくがいい。杉田さんといえばジョジョのジョセフ・ジョースターでキャラ本来の魅力をナチュラルに活かしていたよね。さらにメタルギアシリーズの和平ミラーや銀玉の銀ちゃんも作品の印象をしっとり整えていたのだ。加えて堤や春日の去年鬼滅の姫島義陽メイでもキャラの厚みを自然体で見せていたよね。次に取り上げたいのはメンバーの中でも随一の常識人とも言える超高校級の写真家小泉真昼なのだ。彼女を演じているのは小林優さんだね。私の名前は小泉真昼だよ。これからいろいろよろしくね。小林さんといえばスタインズゲートの漆原瑠香でキャラの存在感を静かに寝つかせていたのだ。その上新劇のサシャブラースやネギマの桜崎刹那も役柄の持ち味を無理なく引き出していたよね。加えて銀玉のさっちゃんやフェイトシリーズのエルキドウでも物語に深みを与える立ち回りをしていたのだ。ここで紹介したいのは本作の主人公であり謎めいた超高級能力を持つ日向はじめ。彼を演じているのは高山みなみさんなのだ。俺の名前は日向はじめだ。希望が峰学園に憧れていたからだ。高山さんといえば名探偵コナンの江戸川コナンでキャラの印象を自然に整えていたよね。また鬼太郎やランマ2分の1の天童並木でも役柄のニュアンスを柔らかく乗せていたのだ。さらに忍たま乱太郎の稲寺乱太郎やマジオの宅急便の危機もシーンに必要な温度を優しく添えていたよね。続いては本作のヒロインといって差し支えない超高校級のゲーマー七海千秋なのだ。彼女を演じるのは花澤香菜さんだね。七海千秋です。超高校級のゲーマーです。花澤さんといえば物語シリーズの戦国なレポで作品の空気に控えめながら確かな彩りを添えていたのだ。それに五等分の中野一花や鬼滅の巻の地味釣りもキャラの印象をふんわりと残していたよね。さらに呪術の織本理香や働く細胞の赤血球でも物語の流れに自然体で寄与していたのだ。次に登場するのは意外な人気を誇るヘビメタ系ギタリスト超高校級の軽音楽組を大武器。彼女を演じているのは小清水亜美さんなのだ。ミオダイブキのミオに、ミオダイブキのダーに、ミオダイブキのイーに、ミオダイブキの武器で、ミオダイブキです。小清水さんといえばシクリのキュアメロディでキャラの佇まいを柔らかく伝えていたよね。さらにギラスのカレンスタッドフェルトやゼラクリのセーラージュギターでも作品に控えめながら心地よい味わいを添えていたのだ。加えて下のナジャのナジャアップルフィールドやブンストの尾崎紅葉でも視界観に寄り添うような存在感を示していたよね。続いて紹介したいのは希望と絶望の境界をじわじわ感じさせる超高校級の高音小前田凪人なのだ。彼を担当しているのは尾形めぐみさんだね。大丈夫。だいぶ参ってるみたいだね。よろしく。僕は狛枝凪人だよ。尾形さんといえば花子くんの花子くんで作品の雰囲気を絶妙なさじ加減で支えていたのだ。その上エヴァのシンジやセーラームーンのセーラーアラヌスも作品の世界観に違和感なく馴染んでいたよね。また呪術の乙骨雄太や悠々白書の鞍馬でもキャラの魅力を自然体で届けていたのだ。説明不要かもしれないけれど前作ダンバンモンパのない義誠を担当していたリコダカシの作品ハンドレッドラインのクも今も演じていたよね。ここからはモノクマとものみの旧声優新声優を紹介していくのだ。アルケンアニメ。まず取り上げたいのはダンバンモンパ2で登場したモノクマの妹の設定を持つモノミ。そのモノミをこれまで演じてきたのはさすが貴子さんなのだ。痛い。コークスクリューブローで突っ込まれるとものすごく痛いです。さすがさんといえばサザエさんのタラちゃんが代表的なキャラだよね。さらに天才若者のはじめやハクション大魔王のあくびでも無理のない温度感でキャラ像を表現していたのだ。そして今回新たにモノミを担当するのはちょっとユニークな経歴を持つ新人声優の大城絹太さんだよ。皆さん、お久しぶりでちゅ。また会えて嬉しいでちゅ。大城さんは近年演出や監督業を始めると同時に声優としても活動を広げていて他にはどこでも脇場王のレアボットも演じていたのだ。トレーラーで初めて声を聞いた時はさすがさんと聞き間違えるほど似ていたよね。続いて紹介するのは本作のマスコット的存在でありながら殺戮ロボットとしても恐れられるモノクマなのだ。ダンバンモンパ1と2や絶望少女でモノクマを演じていたのは大山信代さんだね。いやー、お待たせしました。僕はモノクマ。この学園の学園長なのです。大山さんといえばやはり信右衛門時
代のドラえもんが当時のキッズの心に強烈に刻まれた存在なのだ。その他ハゼドンのハゼドンやサザエさんのカツオも作品の空気にすっと馴染む演技が印象的だったよね。さらにザンモット3の人格定でもキャラの輪郭を穏やかに残していたのだ。そして大山さんの後にダンマンモンパ3や V3 でモノクマを受け継いだのがタラコさんだね。そして最終学園の学園長、そうモノクマだよ。タラコさんといえばやっぱりちびまる子ちゃんのまるちゃんが多くの人に深く残る役なのだ。加えてタルルートのタルルートも声のニュアンスがキャラの軸をしっかり支えていたよね。他にもみかん絵日記のみかんや銭湯メカザブンブルの中でも作品の質感に控えめな厚みを添えていたのだ。そして今回の新作 2x2 でモノクマを3代目として引き継いだのは水田わさりさんなのだ。大変長らくお待たせいたしました。お前らの学園長モノクマです。ミスタさんといえば大山さんから引き継いだ2005年版ドラえもんのドラえもんが今のキッズ世代にはおなじみだよね。その他あたしんちの川島や忍たま乱太郎の福富亀子も役柄の表情付けがとても滑らかだったのだ。またヒカルの5の福井優太や555のメルコもキャラの温度を自然な形で届けていたよね。今回のラインナップはまさにその名の通り豪華声優陣が揃っていたのだ。新作でのモノクマとモノミの新たな掛け合いもどんな仕上がりになるのかワクワクするよね。ちなみに最近取り上げたドラクエリメイクの豪華声優紹介の動画はもう見た。モアヌキャストが潜んでいるからまだならぜひ覗いてほしいのだ。今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。それじゃあまた別の動画で会おうなのだ。